プロコン2から出る白い粉、このリングで対策できるかもしれません。以前の動画でプロコン2は使い込むとスティック内部のシートが削れ、白い粉が発生することが分かりました。この粉が出始めるとスティック操作にも違和感が生じます。内部にグリスを塗る方法も考えられますが、分解が必要で誰でも手軽に試せる対策ではありませんよね。そこでこのエームリングの出番。取り付けるだけでスティックとシートの接触を大きく抑えられました。実際に検証したのでその結果をご覧ください。今回試したのはゲオのスイッチ2用アシストリングです。本来はスティックの動きに抵抗を加え、細かな操作をしやすくするためのものです。今回は摩耗の原因となるスティックとシートの接触を抑える目的で使用します。硬さはソフト、ノーマル、ハードの3種類。それぞれを摩耗のあった左スティックに装着し、設定画面でどの程度まで入力できるか、内部でスティックがシートに接触するか、さらにスティックの傘に塗料をつけ、シートへの色移りから接触を確認しました。まずはこのリングをつけていない状態のスティックの可動域を確認します。普段の力で抵抗なく最大まで入力できています。内部を見るとスティックの傘とシートが当たっていることがはっきりと分かります。スティックを回すとシートと擦れてしまっています。この擦れによってシート側が削れ、白い粉が発生しているわけです。目視だけでなく塗料でも接触を確認してみます。塗料をつけたスティックを本体に戻し、最大まで倒したまま動かします。ご覧の通りシート側にくっきりと塗料が映っていますね。ではリングをつけることで接触を抑えられるのか検証していきます。まずは最も柔らかいソフトから試してみます。触った感じだと食器用スポンジのような硬さで、反発はかなり弱い印象です。可動域を確認します。抵抗はやや感じますが、普段の力で最大までスティックを倒しきれています。実際のゲームプレイも試しましたが、装着前とほとんど変わらず、大きな違和感なく操作できています。内部はどうなっているのか確認してみます。普段の力で倒すとシートと接触しているように見えます。ただ装着前のように傘がシートにコツコツと衝突している感じはありません。スティックを動かしてみても装着前ほど強く擦れている感じがありません。傘とシートが接触しているか曖昧だったので塗料での確認もしてみます。普段と同じ力でスティックを動かした結果、シート側に塗料が映っていました。ただ装着前よりも色移りは薄く見えます。このようにシートとの接触自体は防げませんが、装着前のような強い擦れは抑えられます。操作感をほとんど変えずに白い粉を出にくくできそうです。次は中間の硬さのノーマルを試してみます。指で押してみるとゴムのような反発力を感じます。この反発力ならソフトよりも接触を抑えられそうです。スティックの可動域を確認します。普段の力だと7割ほどの入力で止まってしまいます。最大まで入力するにはぐっと力を加える必要があります。この抵抗感は実際のゲームプレイでも大きく影響します。普段の力で操作しようとするとキャラクターの移動が明らかに鈍くなりました。素早い移動をするには意識してスティックを倒し込む必要があります。内部の接触も確認してみます。普段の力で倒してもシートと接触しているようには見えません。力を入れて倒すとシートにかなり近づいています。接触しているかを確実に判断するため塗料での確認もしてみます。まず普段と同じ力でスティックを倒してみます。その結果シートへの新たな色移りはありませんでした。次は力を入れて倒してみます。この場合はうっすらと色移りが確認できました。このように普段の力で操作する範囲ではシートとの接触を抑えられます。ただし抵抗が強く移動操作は重くなってしまいます。この操作感を許容できる人ならノーマルで白い粉を出にくくできそうです。最後は最も硬いハードを試します。指で触った感じではノーマルの反発力と大きな差は感じません。ただ実際の操作では大きな違いがありました。最大まで入力するにはノーマルよりも強く倒し込む必要があります。実際のゲームプレイでは
キャラクターを思うように移動できなくなりました。長時間の操作では疲れやすくなります。内部の接触も確認してみます。普段より力を入れて倒してみましたが、シートに接触しているようには見えません。塗料での接触も確認してみます。同じように力を入れて倒しても、シートへの新たな色移りはありませんでした。この結果から、ハードは摩耗対策として高い効果が期待できますが、操作性が大きく変わるため、左スティックでの使用は実用的ではないと感じました。右スティックで細かな操作をしやすくする用途には向いていると思います。今回のまとめです。プロコン2の白い粉はエイムリングで軽減できそうです。ゲオのリングではソフトなら操作性を損なうことなく強いスレを抑えられました。接触をより強く抑えたい人はノーマルも試してみてくださいね。皆さんは白い粉対策としてエイムリングをつけたいと思いましたか？ソフトなら試したい、操作感が変わるならつけたくないなど、ぜひコメントで教えてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。